iPhone 17 Pro、いいところ悪いところいろいろと言われていますが、結局このデバイスの進化を発揮するためにはアクセサリー選びが重要です。ということで今回の動画では iPhone 17 Pro をより便利により効率的に使えるためのアクセサリーを様々ご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。新しい iPhone を買って一番最初に決断しなければならないのが保護アクセサリーだと思います。機能面、デザイン面でおすすめしたいアクセサリーをいろいろとご紹介していきたいと思います。まずは直近の動画でもご紹介したこちらです。ノマドのマグネティックレザーバッグという製品ですが、こちらはですね、見ての通りただの板になっていてケースではありません。マグセーフと吸着パッドを利用して iPhone の背面のみを覆う直式のバックプレートになっています。こんな感じで装着してこの背面だけにつけて使うことになります。レザーバッグという名前の通りで、この裏面は本革になっているんですね。なかなかこういった製品では見ないような質感が本当に魅力的で、レザーの iPhone ケースみたいなのもありますが、それ以上に iPhone に革を貼っただけみたいなシンプルだけど雰囲気のあるそんな質感を与えてくれます。もちろん本革なので使っているうちにだんだんと経年変化していくので、人によって全然違う風合いになっていきます。実際に僕もこの16 Pro のものを1年使っているんですが、1年でだいぶ色味とか光沢感に差が出てきました。本革であればこれを汚れではなくて味と捉えることができるのがやっぱり大きな魅力だと思います。本体側面のアルミの部分が露出するので、この金属と革っていうコントラストを楽しめるんですよね。 iPhone 17 Pro のこのガラスの白い部分、ここあんまり僕気に入ってないんですが、ここをしっかりと隠した上でまさになんかこうアルミとレザーの iPhone みたいに仕立てることができます。いやー、この唯一無二の雰囲気好きですね。で、同じようなバックプレートがもう1個ありまして、これも直近の動画でご紹介したんですが、こちらはシュティというメーカーのフォンバッグになっています。これもまた背面にくっつけることになるんですが、最大の違いはですね、こちらは吸着パッドとかではなくて本当に磁力だけでこの iPhone に固定します。で、この磁力が結構強力でスチャッとしっかりはまるんですよね。なんかこう噛み合わせる感じがすごく気持ちいいです。この感じわかりますか？先ほどのこのノマドと同じようにバックプレートなので背面だけで側面は露出するんですが、大きな違いは素材になります。こちらのシュティのバックプレートはナノレザーというビーガンレザーを使用しています。そのため経年変化がありませんが、その代わりに傷や汚れに強くて長くこの性能を維持してくれます。耐水性とかが高いのでお風呂とかに持ち込む際にも本革と違って、特別気を使わなくて済むというメリットがあります。先ほど話した通り、磁力がノマドのものより強いので、いやー気持ちいいですね。で、こちらのシュティの本バッグはカメラ部分をしっかりと覆うような仕様になっています。なのでこの部分も保護したいという方にはメリットですが、ただ、ちょっと素材の違いみたいなのはあるので少し安っぽく見える可能性もなくはありません。この似て非なる2つのフォンバッグですが、こちらのノマドの方は本革ならではの育てる楽しさみたいなのに魅力を感じる方向けで、シュティに関してはどちらかというとモダンかつ機能的なメリットを重視する方向けになるかなと思います。ちなみにこのノマドやシュティのフォンバッグはちゃんとマグセーフアクセサリーを上からつけることができるので、この点、こんな感じで機能性が落ちることはないという点は安心いただければと思います。この2つ本格的な比較は別の動画でもやっていますので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。で、ただやっぱり本体全体は保護したいけれどもこの iPhone の質感は残したいんだよなという方向けに、こちらのケースをご紹介します。ベアネイキッドというケースなんですが、おそらく世界で最も薄い iPhone ケースの一つです。重さといい厚みといいほとんど存在感がありません。もう重さでいうと数グラム程度ですね。iPhone にぴったりとフィットさせることによってこんな感じで iPhone にほとんど厚みや重さを加えることなく、日常的に起こり得る擦り傷とかから、本体を保護してくれます。iPhone 本来のデザインとか感触、あと形状みたいなものを最大限に維持してくれるんですね。ケース自体が薄いので、マグセーフアクセサリーもこの上でちゃんと機能します。若干のすりガラスっぽいマットな質感になっていて、光沢を抑えた少し大人っぽい雰囲気に仕上がるかなと思います。今回 iPhone 17 Pro しっかり重くなっていて 206g の重さがあります
ますので、ケース自体が本当に数グラム程度だと、ほとんど重さを感じることなく使うことができますね。おそらく iPhone をケースなしで使いたいという方には、傷つけたくないという葛藤みたいなのもあると思うので、そこへの一つの解決策になるかなと思っています。側面背面だけではなくて画面の部分表面も保護しなければならないと思うんですが、僕が使っているのはですね、ニマソのバリラクボックスガラスフィルムという製品です。このニマソのガラスフィルム最大の特徴は、ガラスフィルムそのものの品質以上にバリラクボックスと呼ばれる貼り付けキットにあります。位置ずれやホコリの混入、気泡の発生といった、フィルム貼りの失敗あるあるを、このキットによって完璧になくすことができます。で、これはニマソに限らずではあるんですが、ここ最近のガラスフィルムは保護性能としては十分です。QH の表面コードだったり、米軍規格に準拠している対衝撃性とか日常的なアクシデントにはしっかりと対応してくれます。で、今回 iPhone17 Pro は本体ディスプレイに反射を低減してくれる新しいコーティングだったりとか、最大3000ニットまで明るくなるこのディスプレイの輝度、ここら辺のグレードアップがあるんですが、これを損なわない透過率、透明度みたいなところですが、これがあるので iPhone 本来の強みを生かしてくれます。実際に2週間ほど使ってみると、もうフィルムに細かい傷が入っているんですよ。もうこれがなかったら本体は多分十分傷ついていたかもなというふうに思いました。やっぱりガラスフィルムは重要ですね。ぜひニマソ選択肢の一つに加えてもらえればと思います。そしてまたケースに戻りますが、画面だけではなくてもう本体もしっかりと保護していきたいという方には、個人的にはこれがおすすめですね。ケースコーのマジックスタンドプロという製品です。つけてみるとこんな感じで、しっかりとね厚みが加わるんですが、これによって最大 2,3 メートルの高さからの落下にも耐えることができる。これもまた米軍規格に準拠している完璧な保護性能を誇っています。で、何よりの特徴はですね、この真ん中にあるマグセーフのリングですよね。ここを展開することによってそのままスタンドにすることができます。縦でも固定して角度もかなり自由が利きます。そして360度こんな感じでスタンドが回転するので、これによって横向きでも iPhone を固定することができるんですね。ビデオ通話とか動画の視聴とか本当にあらゆるシーンで使うことができます。意外と iPhone って手に持たずに机とかに置いて使っていることも多いので、他にアクセサリーを使うことなく常にスタンドを引き出して使うことができるというのは大きなメリットかなと思います。でもちろんここのリングはそのままマグセーフを使うことができるので、ケースをつけたままワイヤレス充電が可能です。今回の iPhone17 Pro、 特にボディの部分がアルミニウムになったことで堅牢性という点では、過去のチタンとかのモデルよりも低下しているんですね。なのでそういったところ耐久性への懸念がある方には特におすすめですし、また他のアクセサリーを使わずにもうケース単体で全てが完結するようにしたいんだという方には、その保護性能、そしてスタンド、マグセーフ充電全てに対応しているこちらがおすすめにはなりますね。そして、機能面でいうともう一つおすすめのものがあります。それがこちらのモフトの iPhone ケースになります。今回の動画はこのモフトさんの提供で制作しています。これつけてみるととにかく色なじみが良くて、このシルバーの iPhone17 Pro に一番しっくりくるのは個人的にはこのモフトのケースでしたね。レザー調のケースではあるんですが、こちらもですねビーガンレザーになっていて、本革ではないんですがそれに近い質感と本革以上の耐久性や耐汚性を実現しています。個人的にはこのボタン部分がしっかり金属になっていたりと結構細かい点まで配慮されていて気に入っています。一番ミニマルに iPhone を持ち歩きたいのであればこのスタイルが良さそうですね。で、本当にシンプルなケースではあるんですが、これは単体で完結するものではないんですね。このモフトの他のストラップと連携するというエコシステムの基盤になっています。先ほど紹介したこのケースコーはどちらかというとオールインワンみたいなメリットだったんですが、このモフトはカスタマイズして自分好みに使いやすくできるというメリットがあるんですね。早速このモフトのエコシステムをご紹介していきます。まずはこちらスリングストラップという、ショルダーストラップのようなものですね。別にこれはモフトに限らずほとんどのスマートフォンケースで使うことができます。このスリングストラップにはこういったフックが付属しています。これをケースのこちらの部分にセットした上で iPhone をケースに装着するんですね。よいしょ。そうするとここにピローンと出てくるので、このフックにスリングストラップの先端を装着していきます。
本当にシンプルなストラップなので、これによってね完全に両手を開けた状態でスマホを携帯することができます。このストラップ自体も片手で素早く長さ調節ができるほか、ナイロン素材なので柔らかく水洗いが可能になっています。でこういったストラップに加えて、続いてはこちらウォレットになっています。裏面にうっすらとマグセーフの模様というかね、マークがあるんですが、これによって iPhone の裏面にこんな形でくっつけることができるようになっています。メールのアイコンのようなこのクラシックな見た目が可愛いんですが、こちらはですね、中にこんな感じでカードを収納することができるようになっています。ウォレット部分の厚みもそこそこあるので、しっかりと何枚もカードを収納することができますね。で複数枚入れたとしても、中のこの仕切りをさっと引っ張るとカードが飛び出してくるので、構造かなり考えられているなというふうに思います。あんまりね使いどころは多くないと思うんですが、一応裏面にはですねこんな感じになっていて、ここに SIM カードとか SIM ピンとかを入れられるようになっていて、名前としてもトラベル用のアクセサリーということで、そういったシーンでも使えるようにはなっています。あんまり17 Pro だと eSIM なので使わないかなとは思います。でこちら単なるウォレットかと思いきやガパッと展開するんですね。これによってスタンドとしても使うことができるようになっていて、このね安定感すごいですよ。やっぱスタンドとしての厚みがあることによってかなりちゃんと支えてくれます。もちろん横でも同じように使うことができますね。統一感本当にすごいですし、モフトの製品は本当に機能面というか構造面ではめちゃくちゃ考えられているなというふうに思います。で、より高機能なスタンドを求めているという方にはこちらのモフト8-1多機能スタンドという製品もあります。こちらもこの裏のマグセーフによってケースに固定することができるんですが、まずここちょっと展開すると、ここにウォレットの機能がありますね。なので先ほどよりは収納枚数を取って 1,2 枚程度ではあるんですが、しっかりとカードを収納することができるようになっています。でここの部分しっかりとしたヒンジになっていて、ちゃんと固定してくれるんですね。スタンドとしての機能もついています。なんかこれ結構不安定に見えてちゃんと固定してくれるんですよ。ここの関節がめちゃくちゃ強力なので、ちょっとやそっとの力じゃ折りたためないですね。しっかりとiPhone を保持してくれます。でこのスタンドの部分はなんと180度というかそれ以上に角度をつけることができるようになるんです。簡易的な自撮り棒として iPhone を使うこともできるようになっています。いやすごいね。ここの部分はさらに2枚に分かれます。はい、これによって高さのついたスタンドとしてもこの iPhone を固定することができるようになるんです。どうですかこれヒンジの角度を調節して自分に使いやすい角度でこんな感じで固定できます。完成度高いですね。横置きで動画を見るのもいいし、縦置きでビデオ通話に参加することもできるし、本当に様々な使い方ができるようになりますね。今回の動画の趣旨とは少しずれるんですが、同じ素材の Apple Watch バンドも存在します。マグネットでApple Watch と手首を固定するようになっています。なのでかなりスムーズに脱着することができるんですが、もう統一感がすごいですね裏返すとこのネイビーのような色なので、こちら側に切り替えることもできるんですね。片面だけ切り替えてこんな感じでバイカラーのApple Watch バンドとして楽しむこともできるようになっています。こんな感じで本当にいろんなアクセサリーが展開されているので、モフトのエコシステムに一つ使ってみるというのもねいいんじゃないでしょうか。で続いては iPhone アクセサリーの中でも利便性に確実に絡んでくるスタンドについてです。先ほどモフトの製品を紹介しましたが、他にも様々な用途で様々な機能に特化しているものをご紹介していきたいと思います。まずはウランジの MA30 という製品です。携帯性に優れた折りたたみ式のマグセーフ対応の三脚兼グリップみたいな製品になっています。ここの部分がスタンドになっているんですね。これを展開してよいしょ、このようにして iPhone を固定することができるようになっています。合成がしっかりしているけど、比較的シンプルな作りで
高さをつけて iPhone を固定したいというニーズにはしっかりと応えてくれます。横向きにしてももちろん使うことができます。この手のスタンドの中では割とリーズナブルなのも良い点ですね。金属製で合成がしっかりしていたり、コスパみたいな点を重視する方には特におすすめかなと思います。そしてこれのよりプロフェッショナルグレードのものというのもあるんですね。それがこちらのレオフォトの PS5 という製品になります。正直見た目は僕こっちの方が好きです。これも裏面がマグセーフのリングになっていて、よいしょ、くっつけて使うんですが、ガチャッと引き出してこんな感じで使うことになります。かっこよくないですか？アルミニウムのボディで本当に作りがしっかりしているんですが、先ほどの裏地と違うのはここにボールの雲台がついているところです。なので角度とか向きが自由自在なんですよ。こんな感じ。本当に自由に iPhone を動かすことができるようになっています。縦ではもちろんのこと、横でも、ちゃんと使うことができるようになっています。そしてさらにというところで、ここの足の部分ですね、これ閉じるとなんとアルカスイスのプレートに対応するようになっているんですね。三脚や雲台に iPhone を直接固定するというようなシーンでも役に立ちます。まあもうね、見た目のかっこよさとかそういった細かな機能面において特に使いやすいものを求めているという方にはまさにおすすめできる製品ですね。ただ、ここまで紹介してきたものって、常に iPhone の裏につけておくのはちょっと難しいんですよね。例えばこのレオフォトなんかは完全にカメラ部分に干渉してしまってますし、厚みも結構あるので使う時だけ iPhone につけるというような使い方がメインになってくるかなと思います。でこれを日常的につけておきたいという方におすすめなのがこのマジックスタンド S という製品です。見ていただくと分かる通りのこのめちゃくちゃ薄いんですが、マグセーフくっつけてこんな感じですね、展開して、これもまた高さを出して iPhone を固定することができるんですね。先ほどのレオフォトほどではないんですが、安定感もありますし、角度もそこそこ自由に使うことができます。何よりの特徴はこのカメラレンズの部分と、ほぼ遜色ないくらいまで厚みが抑えられているという点と、わずか 50-60g くらいの軽さを実現したこのスタンドの部分ですね。常に裏側につけられるような携帯性でありながら、この機能というのは、完全に他のスタンドとは使い方が違うようなスタンドになるかなと思います。日常的にこの高さで iPhone を保持したいという方にはまさにうってつけなんじゃないでしょうか。いやいや、こんなに iPhone に高さいらないよという方も多いと思います。ということで、よりコンパクトかつリーズナブルに iPhone を固定できるスタンドがこちらになります。1つ目、まずはこのトラスのオムニリングという製品です。裏面にマグセーフでこうやって固定するんですが、このリングからちょっと飛び出してここが iPhone を固定するスタンドになってくれます。正直日常的に使うのならこれくらいで十分という人は多いんじゃないでしょうか。横向きでも固定が可能ですし、ある程度の角度までは調節が可能です。でオレンジ色のこちらはシリコンリングになっていて、こうやって iPhone を手に持っている時に小指とかを通して iPhone をしっかりとホールドできるようになる製品です。基本的にはこれで割とどんなシーンでも乗り切れるんじゃないかなと思いますが、見た目でどうしてもこのビロビローンとしたところとかが気に入らないという方には、もう一方のこちらマインドスカイのスタンドリングをご紹介します。これも同じような仕組みではあって、貼り付けてこんな感じで展開して iPhone を支えるスタンドとして機能してくれます。先ほどのものよりもはるかにミニマルなデザインになっているんで、それこそ先ほど紹介したノマドやシュティのこのフォンバッグ、こういったブラックのものとはかなり相性が良くて、見た目かなりシンプルになっているんですが、でもスタンドとして使えるというようなデザインと機能を両立したような形にはなっています。若干ね、よく見るとロゴとかが印字されているのが気になりはするんですが、こっちのオレンジもね差し色としては映えるので、デザインの好みとか使い勝手に応じて、ぜひねいろいろと比べてみてもらえればなと思います。そして、スタンドだけではないですよね。 iPhone に必要なのは充電アクセサリーです。外出先での充電と家での充電、この2つ個人的には大きく違うので、ぜひその使い方も含めてご紹介できればと思います。まず外出先で使う、ある種モバイルバッテリーなんですが、僕のおすすめは一番はやっぱりこちらですね。アンカーナノパワーバンク 22.5W というモバイルバッテリーです。このサイズ感ですよ。めちゃくちゃコンパクト、手の中に収まるんですが、ここニョキッと USB-C 端子が格納されているんです。これによってお尻から iPhone を直接
充電することができるようになるんですね。有線なんだけどケーブルレスで充電できるという手軽さが最大のポイントになっています。で個人的にはモバイルバッテリーはマグセーフのような、ワイヤレス充電ではなくて有線にすべきだというのが、持論です。何よりもこういった外出先での緊急の充電はスピードとか、あとはこれを普段持っていても負担がないという携帯性が求められる上、外出先で充電が切れるのはスマホだけとは限らないですよね。ワイヤレスイヤホンとか、タブレットとかそういった他のデバイスでも使える充電機構となると、この USB-C が圧倒的に向いているんです。 iPhone 専用にもならないし、でも別のケーブルを持ち歩く必要もありません。最大 20W 程度の出力なので、十分 iPhone 高速に充電することができます。また 5000mAh という容量なので、それもこの iPhone17 Pro には十分な量ですね。スマホ用の持ち歩くモバイルバッテリーとなると、一押しは僕はこれかなと思っています。ただ外出先ではそうやって充電するのでいいんですが、自宅では僕はマグセーフで充電すべきだと思っています。そのためのアクセサリーがこちらですね。はい、結構物騒なというかいかついものが出てきましたが、ベルキンの C225W マグネティックチャージングドックというワイヤレス充電スタンドです。なぜ家では有線ではなくワイヤレスなのかというと、先ほど話したように外出先では1本で全てが解決するという USB-C の方が使い勝手がいいんですが、持ち物ではない分これを家に置いてスマホしか充電できなくても問題ないんですよね。持ち物ではないので、それ以上に外から帰ってきてもうさっとここに置いて充電できるという手軽さ、利便性みたいなものを享受すべきかなと思っています。でこちらのベルキンのスタンドは、見てわかる通りここに iPhone が固定できるだけではなくて、裏面にはここ Apple Watch の充電のユニットがあるので、こちらに Apple Watch を入れて、さらにここには AirPods などワイヤレスイヤホンなどを置いて、これもワイヤレス充電ができるようになっているんですね。外出で使う Apple 製品3点セットを全て充電できる 3in1 のデスクトップ充電ドックになります。 iPhone の設置角度は自由に固定できるので、ここに固定しながら何か動画を流したりっていう使い方もしやすいですね。 iOS のスタンバイモードにも完全に対応しています。そして何よりもこの製品の魅力は C225W のハイスピード充電に対応しているという点です。今までの 15W スピードとは全然違うレベルのスピード感になってきます。個人的にはワイヤレス充電のスピードってそこまで必要性高くないと思っているんですが、ただこのスタンドは C225W の、ハイスピードの充電に対応するために冷却システムを搭載しているんですね。裏側にはそのシステム作動のスイッチもあったりして、使っていてびっくりしたのは充電後にスマホが全く熱くなっていない点なんです。この発熱っていうのはワイヤレス充電の1個のデメリットではあったので、その点かなりありがたいです。で、この3つのデバイスを充電できるし、個人的にはこのプロダクト全体のデザインも気に入っているので、値は張るんですが、その分おすすめできるスペックとデザイン性を持った製品かなというふうに思っています。はい、ということでいかがだったでしょうか。使うシーン、使い方、いろんなところをね鑑みて、ぜひ自分に合ったものを選んでいただければと思います。デザインとか機能とかデメリットの部分とか、若干癖のある製品だからこそぜひ気に入ったものを使ってみてください。今回紹介した製品は全て概要欄にリンクを貼っていますので、気になったものがあればぜひ飛んでみてください。このチャンネルでは他にもガジェットやライフスタイルに関する様々な動画を上げていますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で。以上、なごみけでした。では。